皆さんこんにちは。ただいまバスに乗っておりますが、今ですね 86CT というバスに乗っています。これですね、ベトナムのハノイの路線バスなんですが、空港から市街地に行くためのバスです。すいません、本日はスプラトゥーンの T シャツで行かせていただこうと思います。だいぶ市街地に近づいたので、ここら辺で下車をします。今ね、下車しようとしているバックパーカーの女子2人に空港のバスターミナルでこのバス何分後に出発しますって聞かれたんですけれども、20分後かなって言ったんですけど、実はね40分後に出発しました。すいません、遅れてすいません。ということで、この女子たちはここでお別れをして、僕はですねオペラハウスの周りを徘徊しようと思っています。このハノイオペラハウスは100年以上前に作られた歴史的な建物なんですが、未だに中で催し物を行われているということで、中には簡単には入れません。オペラハウスの裏側にはヒルトンハノイオペラというホテルがあったんですけれども、閉鎖されてウォールドルフ・アストリア、こちらにね変わるはずなんですけど、まだ全然できてませんでした。探索が終えましたので、この前の方にあるですね公園、三角形の形をしておりまして、路線バスの停留所、あとはこれから乗るバスの券売所がありますので、こちらの方に行きます。いつものように右側に簡単な地図を出させていただきます。ソホンガより西側、ホアンキエム湖より東側にいます。これですね。この赤いバスに乗ります。この赤いね2階建てバスに乗りたいですね。時刻表も載ってますので、ここが券売所です。Can I buy this ticket? Okay, 4 hours. オープントップバスのチケット4時間分を購入して1800円くらいでした。もっと長い時間はもっと高いです。まずすみません、仕事中にスマホをいじっているのどうかとか、ここで思う方もいらっしゃるかと思いますが、これはね外国ではデフォです。ここベトナム、他でもねこんな感じの人いっぱいいますから、これはデフォですからね。公園から道路を渡ってオペラハウスの方に戻るんですけれども、なんか横断歩道もなんもないところまたあります。横断歩道とかなんかね概念があんまりよく分からなくて渡らなきゃいけないんですけど、ものすげえ危険ですね。バスの停留所のすぐ脇にハイセンスなカフェがあって、このようにねうるさい感じなんですけども、ここに着いたらもうねバスの停留所です。皆さん乗りますよ。これね一生懸命ドア開けてくれたんですけど、これ電気が入ってないか分かんないですけど、めっちゃ開かないんですよ。これ半分くらいしか開いてなくて、めっちゃ通るの大変だったんですけど、これで2階に登ります。さっきね上ちょっと見てみたいって言ったんですけど、ぶっちゃけこの後完全に僕2階にいます。上の方に雨が降った状態で2階にいます。でバスの従業員のお兄さんですね、座るとこ拭いてやるよって言われて、今拭いてもらってるんですけど、ぶっちゃけとこれ一生懸命拭いてもらったんですけど、僕ここあんまり座りませんでした。雨が降ってるとカッパと傘ですね、頭にかぶる傘を貸してくれるんですけど、僕ねこれカッパと傘着れば無敵じゃないかなと思って今立ってます。完全無敵でしょ。ほら顔が無敵な顔してる。このバスでね現在のところは僕1人しか乗ってなかったので、どこで降りるかっていうのを聞かれました。こんな感じです。進んでいくうちにこのハノイ郵便局っていうところのバス停があるんですけど、ここで降りる方はほとんどいないと思いますが、ホアンキエム湖の東側にございます。その後はハノイ大教会っていうバス停があるんですけれども、こちらねハノイ大教会で実はねちょっと遠いんですよ。これから中心街の方に進んでいきます。今ベトナム軍事歴史博物館、ここでね下車します。なぜかと言いますと、なんとですね僕本当はねタンロン城に行きたかったんですけれども、こちらの方がタンロン城近いです。ここまで来て僕2階建てバスの2階に1人だけいるかと思ったら、なんとですねお姉さんいまして、実はですねこれお姉さんはお母さんですね、子供とお父さんがいます。この3人でどうもね観光しているらしいです。どうやらこの3人はここで乗車したらしいですけど、僕はねここで下車をいたします。お姉さんに傘を渡して観光を開始いたします。
降りた停留場はベトナム軍事歴史博物館でございますが、ここは入りませんでした。入ってもよかったんですけど、今日はですね、タンロン城跡という方に行きたくてこちらに降りました。タンロン城のバス停もあるんですけど、こちらの方に降りた方がタンロン城の入り口、このねお金払うところに近いです。チケットセンターで7万ドンを払って中に入っていきます。入場ゲートは QR コードをかざすので皆さん分かりますよね。ということでタンロン城跡のマップをここで作らせていただきました。上の方ですね、さっきの下の方はベトナム軍事歴史博物館なので、こことは別です。お金も別ですね。現在はタンロン城跡のチケットセンターを過ぎて庭園のところに来ております。庭園を過ぎてすごく立派な建物がある。これがねお城かと思ったらですね、実はこれですね、門なんですね。ドアン門、門ではありますがすごく綺麗なんでおすすめです。ここは見てください。門の先に発掘現場があって、それを見ることができるんですけれども、20年くらい前に国会議事堂を建てようと調べていたらですね、なんと遺跡が発掘されたんです。この場所のめちゃくちゃすごいところが、一つの時代の遺跡が発掘されたんではなくて、2メートル掘ったところには13世紀の陳王朝時代の遺跡、3メートル掘ると11世紀の李王朝時代の遺跡、さらに4メートル掘ったところですね、丹路城が建てられる前の中国支配の大羅城の遺跡っていうのが見つかってしまったんですね。これものすごいことなんですよ、これは。ということで、この場所が世界遺産に認められた理由が大体分かってきたと思いますが、インスタ映えする場所を見つけてしまいました。ここですよ。この洞窟っぽいところから見える国旗掲揚台に掲げられている国旗旗ですね。これめっちゃ綺麗。門の脇に階段がございまして、ここから上がっていくことができます。上の方が面白いんで上に行ってください。なんかね、ちょっとした公園みたいになってるんですけども、その奥の方に建屋がございます。建屋の奥の方にどんどん進んでいくと、ものすごく急な階段があります。ここをね、一度登ってみて上の方に行ってみましょう。上の方に行くとちょっとね分かんないですけど、お寺っぽい施設と、その先にですね、先ほどまでに来ていたお庭の景色が見えます。あとね、この香炉なんか謎ですけど、上の方にちっちゃいフィギュアみたいなのがありますけど、これねまた降りてくるんですけど、まだ急です。気をつけてください。ちょっとね自信のない方はここ来なくてもいいんですけど、面白いです。門を通り過ぎた後は提灯のようなものがねたくさんあって、すごく賑やかなんですが、ここを進んでいって、地図の白い建屋はね書いてないんですけど、右側にエキシビジョンルームっていうのがありまして、こちらの方に進んでいきます。どのようなものが発掘された、あとはここにどのような施設があるかなどが展示されています。この後は謎のお供え物みたいなのがあったりとですね、ここで結婚式みたいな催し物がやってたんですけど、地元のテレビ局がわかんないですけど、テレビクルーも来てたんですけど、何をやってるかちょっとよくわかりませんでした。金ティエン殿という、これがね本殿なんですよ。ここに竜があるんですよ。これがねここの肝でございます。カフェがあるんですけれども、名前を失念してしまいましたので、もし行った方いらっしゃいましたら教えてください。この先公園みたいになってるんですけれども、もしかしたらですね発掘作業が進むとここもごちゃごちゃするかもしれませんので、今のうちです。すぐ脇にある建屋 D67 作成司令部というところですが、ベトナム戦争の時の北ベトナムの本部となっております。当時の資料などが結構残ってたりして、すごく興味深いところなんですけれども、一番興味深いところがですね、これから行く地下のところですね。爆撃とかあったらね困りますので、地下の方に本部があったりします。こうね、狭いこの道を入っていくんですよ。当時もねこの狭いところで入っていったんじゃないかと思うんですけど、戦争のことなんでよくわからないんですけれども、空からね爆撃されたりすることがあると思います。このように地下の方に中央作戦室がありまして、今ではこのような猫の茶器などがございました。すごい可愛いんですけど、もちろん当時のこの作戦室にはなかったと思います。ここから先はグエン朝時代の建屋を復元したものがありまして、香炉と言いますけれどもね、グエン朝というのはベトナムのフエの方に都があったと思うんですけれども、そちらからこちらの方にですね、皇帝が泊まった際の側近が泊まったそうです。この建物は側近の宿泊施設になってます。今はねなんかね上の方にお寺がありました。この建屋もね階段がすんごい急なんですよ。なんでね僕ね自撮りしちゃいますけど、めっちゃ怖いですよ。こんな急なところね上り下りします。
航路を見た後はもう先がないのでこのまま帰ってきます。展示コーナーがございますが、世界遺産に登録されたことによって展示コーナーが結構多くなっております。おおむねベトナム戦争時代の展示が多い気がします。これから地下の方に向かいます。シカゴマニアの方はね、もう本当に楽しいと思います。シカゴこれ2個あるんですよ。ここ T1 シカゴ、こちらの方ですね、なんか通信とか行ってたシカゴだと思うんですけれども、電話ね、黒電話、白電話みたいなね、なんかものすごく古い電話がいっぱいありました。すみません、この世界遺産の隣っていうか道向かいにですね、ホアンジエウ18番遺跡っていうのがあるんですけれども、僕はね、すみません、行った時気がつかなかったんで、次回行きます。次回必ず行きます。ということで、この丹論城の後を後にします。オープントップバスのバス停は近くにあったんですけれども、時間がねちょっとずれてたんで、歩いて次のバス停まで行こうと思ってこのように歩いています。歩いて次のバス停に行くような方は体力のある方にお勧めいたします。こちらのクアンタンデラの方まで歩いてきました。ここでバスに乗車をいたします。バス乗ったはいいんですけど、これ平日かわからないんですけれども、ほんと人乗ってないんですよ。上の方、特に上の方ね。下の方もしかしたらね、人いるかもしれないんですけども、こういった感じでどんどん進んでいきます。ここでですね、次のお寺ですね。このお寺結構ね人がいっぱいいて人気なんですよ。チャンコク寺、もしかしたらここではお参りした方がいいかもしれません。この辺りから現在の政府の施設があるところが続きます。大統領官邸、噴水がすごい出てる、この超高層のところですね。で、あとこの後はですね、バス停見つけたかったんですけれども、ホーチミン廟のバス停があるはずなんですが見つけられませんでした。ということで、この辺にあるのかなと思いながら撮影を続けております。ここで右に曲がります。ここからね右に振らせていただきますが、ホーチミン廟が、奥の方に見えると思います。見えたかな、見えてるね、見えてる。ハノイもだいぶ都会の方ですから、このように大渋滞ですね。さらにですね、駐車しようと思って、今縦列駐車がねできる人じゃないとね、どうもここじゃダメっぽいですね。こんなむちゃくちゃな渋滞のところで縦列駐車できます？バスの経路もだいぶ終盤に差し掛かってきまして、こちら分廟ですね。孔子廟、孔子さんの祀られているところだと思うんですけれども、受験生ですね、合格祈願をされる方は必ずここに来るそうです。なので、もし受験生の方などはこちらで降りてお参りをするといいんじゃないかと思います。オープントップバスはいろいろな方面が見れますので、このようにですね、ハノイの市街地を見ることができます。なのでね、今ちょっとお昼過ぎに通ったんで、このようにご飯いっぱい食べてる方がいらっしゃいますけれども、この後ですね、すごいのを見つけてしまいます。先ほどまで慢性的な交通渋滞を見ていただいてまして、よく事故起こらないななんて思ってますけど、実はね起こるんですね。このようにですね怒鳴ってますね。こうなっちゃうんですね。だんだん細い路地に入っていって、なぜこんなところ通るのかなと思ったらですね、こちら今左に画面向きますけど、こちらハノイ大教会がございます。こちらも皆さん来る方が多くてですね、この前で写真を撮ったりするのがいいんじゃないかと思います。で、ちょっと離れたところにハノイ大教会のバス停があります。で、この辺多分曜日によっては歩行者天国になるので、本当にここに来れるかどうかはちょっと僕よく分かってないので、これは曜日で皆さん確認してください。ハノイですが、グラブのような配車サービスが流行っておりまして、そちらを使うと決めた目的地にすぐ行けることができると思うんですけれども、
今画面に表示されておりますベトナム女性博物館っていうところに今通過します。本当はここで降りられるんですけどね、この後右側にバス停出てきますけど、バスの運営会社が重要と思われるところも回ったりしますので、ガイドブックにはない新しい発見ができることがあるかもしれません。一周してやっと最初のチケットを買った公園のところまでやってまいりました。最後のバス停にやってまいりました。4時間のチケットを購入したんですが、降りたところはタンロンジョ跡だけなんですよね。他の場所も降りることができそうですね。多分ホーチミンなど降りて2カ所ほど回れば4時間で行けるんじゃないかと思います。今回僕はですね、次に行きたいところがあったんで4時間で済ましてしまって、さらに3時間くらいで回ってしまったんですけれども、次回ね、時間がありましたら全部いろいろ回ってみたりしたいかなと思ってます。今降りました。ありがとうございます。ここでね、オペラハウスの一番最初に見たバス停とこの軽やかな音楽、この場所にやっとたどり着きました。おっかなくないよね。これなんか安全に行きそうだよね。ということでこれ乗るのをおすすめします。一周帰ってきますよ。ということで僕も初めて来たハノイなんですが、これで今日は終わりにさせていただこうと思います。チャンネル登録またはいいなと思ったらいいねなど押していただければありがたく思います。ありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。